皆さんこんにちは。この前10日間のメキシコ旅行に行ってきました。メキシコの中ではカンクンとメキシコシティに行ってきたんですが、今回の動画ではロンドンからカンクンに行く様子と2日目までのカンクンでの様子をお届けします。今回は本当にしんどいハプニングから始まった旅なんですが、どうなるのか最後まで見ていただけますと嬉しいです。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。朝早くに起きてロンドンの南の方にあるガトウィック空港に来てます。今回は BA の飛行機でメキシコのカンクンに行くので BA のラウンジに行ってみたいと思います。ガトウィックのラウンジは初めてです。どんなんだろう。席の数はそこまで多くないけど落ち着いててゆったりできそうな雰囲気です。人がそこまで多くないのもいいところです。リキュール系のお酒とポテチはいつもの感じ。ビールもノンアルのドリンクも揃ってます。シャンパンの横にイチゴまであります。シャンパンだけでもいろんな種類があります。ジュースもあります。あったかいドリンクはここのエリアで作ることができて、コーヒーもこれだけ種類があります。いつものビスケットとパン、ホットフードもイングリッシュブレックファーストという感じの内容でした。最後にハム、チーズ、フルーツ、ヨーグルトも揃ってます。機内食が出るので控えめの朝ごはんにします。私はお酒を我慢してリンゴジュース。ラウンジではお酒やめとこうと思ったんですが、前に座ってたおじいちゃんがおしゃれなことをしてたので真似してみました。いちごシャンパン。今回はエコノミー席で向かいます。カンクン便はほぼほぼ満席に近い感じでした。アメニティも変わらずイヤホンと毛布。直行便でも11時間弱かかります。やっぱ遠いね。映画のバラエティはまあ普通な感じです。オッペンハイマーがあったので後で見たいなと思います。あいにくのお天気ですが出発。遅れたりするかなと思ったけど定時運行で行けそうです。この頃は元気だったのでメキシコ初めてワクワクという気持ちでいっぱいでした。離陸してちょっとしたら出てくるいつものプレッツェルたち。機内食はチキンオアベジみたいな感じでチキンを選択しました。このチキンは結構美味しかったです。調子乗って赤ワイン頼んじゃったんだよね。で食べた後は皆さんアングリーバードっていうゲーム知ってますか？この鳥をパチンコ玉みたいに飛ばして障害物を壊すっていうシンプルなゲームだけど面白い。寝たり映画も見たりっていう感じのところにアイスが配られたので食べる。これパルムに近い味で結構好きです。着陸の 2,3 時間前かなにチキンカレーかベジみたいな感じだったと思います。カレーはちょっとスパイシーで美味しかったけど、ちょっとこの辺から気持ち悪くて、あの後機内で急激に体調が悪くなってしまい、最初は天候不良で飛行機が結構揺れてたりしたのと、アングリーバード集中してやりすぎてたので酔ったのかなと思ってたんですが、いわゆる急性胃炎みたいな症状が飛行機降りた後もホテルに着くまでもずっと続いて、もう脱水症状になりかけるぐらいしんどかったので、次の日の朝まで動画が一切撮れてません。で飲めず食べれずな状態だったんですが、そんな時に役に立ったのがメキシコで食あたりになるかもと思って持ってきてたポカリの粉。旅行2日目で使い果たしましたが、これがあって本当に良かったです。そしてカンクンの空港からホテルまでは2パターンの行き方があります。1つ目なんですが、カンクンの空港では非公式な白タクが乗り入れてることがあって、料金をものすごくぼったくられたり、強盗の犯人とグルになって金品を強奪する事件もあるらしいので、
事前にホテルのシャトルサービスや空港のオフィシャルなシャトルサービスを予約して利用することをお勧めします。またカンクンにおいては地元のタクシードライバーとウーバーのタクシードライバーの間でのトラブルがたくさん起きているらしくて、ウーバーも利用することはお勧めしません。2つ目の選択肢としてはアドバスっていうバス会社が空港とダウンタウンの間を運行しているので、ダウンタウンに宿泊される方はこちらを利用すると安く済むかなと思います。私たちも1泊目はダウンタウンだったのでこちらのバスを利用しました。私たちが到着したターミナル3では外に出たところにアドバスのチケットカウンターがありました。ちなみにダウンタウンのアドバスターミナルの場所はこの星印のところです。おはようございます。昨日夕方5時6時くらいに飛行機は到着して、ダウンタウンまではバスで移動してバスターミナル近くの宿に泊まってました。今朝は吐き気は収まったんですが、熱がなぜか38度ありまして、けどなんとなく外に出たくて朝の散歩をしてます。空の綺麗さに悲しい心も癒されます。ダウンタウンにずっといても仕方なさそうなので、とりあえず解熱剤を飲んで次のホテルへ向かいます。今からローカルバスに乗って今日からはホテルゾーンにあるオールインクルーシブに泊まる予定です。ワクワク。ホテルゾーンまではこの R1 というバスに乗ります。ちなみに乗り場はアドバスのターミナルのすぐ近くから乗りました。バスの料金は現金のみで12ペソ。私たちはなぜか13ペソと勘違いしてカンクンにいる間はずっと13ペソ支払ってました。バスはクーラー効いてないけど窓全開で走ってるからまあまあ涼しい。そしてバス停に目印がほとんどないので、私たちはムービットっていうアプリを入れてこれで経路検索やバス停を検索してました。降りる時もボタンを押す感じではなくって、なんとなくみんな前の方に集まって降りる感を出すスタイル。なんとか無事にホテル近くのバス停で降りれました。オールインクルーシブホテルでの様子は次回の動画をお楽しみに。今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。ちょっと始まり方が辛い旅行になってしまったんですが、次の動画ではオールインクルーシブホテルを満喫する2泊3日の様子をお届けします。ご飯は食べ飲み放題、ちょっと歩けばすぐビーチに行ける最高の時間でした。チャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。また今回の動画にいいねやコメントもお待ちしております。では次の動画です。